どうも、クピオです。今、富山キトキト空港にいます。急なんですけど、新しいキャンピングカー買いました。購入したお店は北海道です。納車もそのお店です。今から1200キロ離れた北海道に行って受け取りに行きます。納車後乗って帰ってきます。もうね、アホでしょ。それでは行ってきます。ペットボトルや生鮮食品。皆様、着電式機はご使用になれません。必要時、客室乗務員の到着しました。車屋さんが迎えに来てくれますので、ここで待っておきます。ありがとうございます。はい、到着しました。それでは今から手続きして後ほど車の紹介動画撮影します。場所を移動しました。それでは納車したてのこの軽バン紹介します。この一見何の変哲もない普通の軽バン、中がすごいんです。内装が熟成されていて車中するにあたり実用性の塊なんです。まず中を見てみてください。このワクワクする作り、このソファーの高さ、車中のプロが作った高さ、レイアウトです。なんと玄関があります。普通軽バンとかだったら玄関がなくてここの高さに足を上げないといけないんですが、ここセカンドシートがないんでここが玄関になります。やっぱり実際の車中では雨や雪がありますんで、玄関がないと結構汚れちゃったりするんですよね。で、靴とかもここに置いてると雨濡れます。なんでもこうやって一旦上がって靴脱げて座れるのはかなりメリット大きいです。本当よく考えられていて感心する作りです。こんなにも熟成された軽キャンピングカーは他にはないんじゃないでしょうか。すごい勉強になります。さあ、それでは今から皆さんと一緒に見ていきますね。この車、簡単に特徴をお伝えしますと、2シーターで1人2人車中泊に特化した軽バンです。だいたい各ビルダーさんが出している軽バンの車中仕様っていうのは4人乗れて普段使いは家族もできるというのがコンセプトが多いんですけど、2人乗車とコンセプトがもうかなり尖っています。でもその後部座席を思い切ってなくすことによる恩恵がかなりあります。自分はこれを探し求めていました。どんな恩恵あるかも詳しく説明します。まずこの車の名前なんですけど、リンエプロダクトさんが出しているマイクロバカンチェスというモデルです。ベース車はトヨタのピクシス、ダイハツハイゼットカーゴクルーズターボの OEM です。10代目のハイゼットカーゴになります。一つ前のモデルになります。型番は S331M という型番です。2017年モデル、8年地の中古車で走行距離は約7万キロです。結構走行してるんですが、かなりレアでしかも安かったんで、もう即決で買いました。最大積載量200キロ、車両重量1120キロ、車両総重量1430キロ、長さが331センチで高さが189センチ、横幅が147センチです。エンジンは 660cc ガソリンターボ、最高出力は64馬力、最大トルク91ニュートン。駆動方式は4駆です。で、パートタイム 4WD なんで自分で手動で切り替えます。普段は2駆で走行します。で、2駆の場合は FR になりますんで後輪駆動になります。ここに4駆のスイッチ入れますんで、アクロス走行の時はこの4駆スイッチ押します。ミッションはオートマで 4AT です。まず外装なんですけど、もう本当にノーマル車で、もう一見キャンピングカーとは分かりません。
唯一この林営さんのステッカーぐらいじゃないでしょうか。後ろもステッカーがあります。これを取るともう普通の軽バンといった感じですね。屋根にソーラーがありますんで、これはキャンピングカーっぽいですね。このソーラーパネル 100W なんですけど、かなり林営さん独特の付け方です。通常こういった軽バンだったらフレキシブルタイプですね。柔らかいやつを直接両面テープで貼ったりするんですけど、こちらは合成タイプになってます。合成タイプは夏場もワット数が下がりにくいんですよね。下が空洞になってるんで、高熱になっても風が入って冷ましてくれて効率が良くなります。しかもこれちゃんと隙間が空いて取り付けてるんですね。この辺林営さんの車中開けのこだわりがよくわかります。ドアバイザーなんですけど、これ結構大きいですよね。なんで多分オプションだったと思います。雨は入りにくいと思います。助手席側もそうですね。これ結構窓開けても雨入らないんでかなりいいと思います。今回納車時車屋さんに別で頼んだオプションがあります。それは下回りの防水塗装です。これが下回りなんですけど、黒いのが塗られていると思います。これはノックスドールではないんですけど、そういった感じの油性の防水塗装だそうです。北海道の車屋さんなんで、その辺の知識や経験は豊富だと思いますんで、もう全てお任せしました。運転席周りなんですけど、まずはこのマットですね。林営って書いてます。これ専用のマットっぽいですね。このルームミラーはドラレコ兼用のデジタルインナーミラーです。その上オーバーヘッドコンソールがあって、収納は結構あります。ここ下が開いてますんで、ティッシュとか良さそうですね。さすが働く車ということで、ここにペン立てがあります。で、この横ですね、ここにもペン立てあります。で、これはなんかカードとか挟めるところがあります。この辺は本当商用車ですね。で、窓は前後パワーウィンドウです。これはくるくるが本当は良かったんですけど、もうしょうがないですね。で、次はここにクルコンがあります。これは自分が車屋さんにオプションで頼みました。最新のクルコンで、ここレバーになってます。ここはモニターになってまして、有形 LED で結構表示は見やすいです。ちょっとつけてみます。こんな感じで青い文字ですね。かなり見やすいです。この新しいクルコンなんですけど、前のクルコンとほとんど操作同じです。これをレバーを前に長押しするとクルーズモードに入って、でこのセットですね、もう一回前を押すとその現在走っている速度で一定キープしてくれます。で前もう一回押すと速度が2キロずつ上がってきます。で戻すと下がります。で解除はブレーキを踏むか、このクルコンを長押し引くと解除されます。でレスにすると前に走っていた走行の時速にワンタッチで設定できます。次助手席なんですけど、こちら残念ながら前にペタッとフラットなりませんでした。こんな感じでちょっと斜めになります。これは何か対策しないといけないですね。で中古なんですけど ETC ついてました。ですがなんか固定されてなかったんで、もうこんな感じでとりあえず養生で止めてます。この辺はまた新たに ETC2.0 とかに変えたいと思います。で助手席もしっかりドリンクホルダーがあります。昔の車なんで灰皿もあります。で作りは結構しっかりしていて、ここにも収納があったり、このハンドル下ですね、ここも収納があったりします。でドアのここも収納があります。古くてかなり使用感はあるんですけど、この運転席助手席周りは使いやすそうです。次は内装になります。この入って第一印象、外と中全然違いますよね。すごいギャップがあります。この車何回も言ってますが、キャンピングカー登録ではなくてキャンピングカー仕様なので、法律上は普通の車なんです。でも高級キャンピングカーと引けを取らない家具の作り、ソファーもそうなんですが、こういったテーブルとか家具ですよね。これもすごい高級感を感じます。なんかすごい個人的にすごい好きな雰囲気です。キャンピングカー仕様は他にも多数あるんですけど、この車は独特の雰囲気でバンライフのような華やかさや映えはないんですけど、実用性だけを追求した軽自動車だけど長期旅もできる車です。車内レイアウトは王道のこの縦に常設ベッドと、こちら反対側にテーブルと収納があります。このレイアウトだとベッド展開いらないので、すごく快適に車中泊できます。またこの常設ベッドの下が収納として使えますんで、狭い軽自動車では一番いいレイアウトですね。この王道のレイアウトのデメリットとしては、入り口を作っちゃうとここがデッドスペースになっちゃうんですよね。でもマイクロバカンチェスはそこも克服しています。それでは入り口から紹介していきます。こんなに大きな入り口、玄関があります。これ乗り降りすごいスムーズなんですよね。で靴履いたり脱いだりするときは、ここの横のソファーかここのソファーに腰をかけられます。今回スノーブーツなんでかなり大きい靴なんですが、もう全然問題なく入れます。
これどうでしょうか。入り口に1足、2足、3足、4足いけそうですね。で、反対側のドアももちろんまだ使用できます。ただ開けるともうこんな感じでソファーベッドの収納になってますんで、出入りはできません。こんな感じで登ったら出入りはできますね。セカンドシートが丸々ないんで、ここは電装系が入っています。入り口のすぐ横に回転式のテーブルがあります。こちらこんな感じでくるくる回って、こんな感じでこの入り口のデッドスペースをテーブルにできます。で、走行中は助手席の上か、もしくはこんな感じでまたくるくる回して運転席の後ろに配置することもできます。で、仕組みなんですけど、ここの下にこんな感じでネジがあって、これを締めて固定します。で、さらにこの鉄の棒、パイプの下にネジがあって、ここも固定できます。なので走行中はこのネジを締めて動かないようにできます。これ考えた人すごいですよね。で、意外と安定してるんで重たいものも乗せられます。こうやって外の景色見ながらご飯食べたら最高ですよね。さっき言った感じで、本来ここは何もできないデッドスペースになってデメリットになるんですけど、この回転式のテーブルを設置することによってそのデメリットがなくなります。いや、これほんとすごいな。マイクロバカンチェス以外でこういった仕様は他のキャンピングカー、自分はちょっと見たことがありません。助手席をパタンで倒してから、その上にテーブルがこんな感じで上に行けますんで、走行中もこの運転席の収納としてスマホとか何か置けます。そういった使い方はかなり実用的で便利ですよね。で、スマホとか財布とか置いたまま車中泊モードにするときにもうそのままこんな感じで移動できるんで、荷物の移動もしなくて大丈夫です。今初めて触ってみて使ってみたんですけど、かなりメリットが多いテーブルです。この辺実際の車中旅で使ってみて使いやすいのか使いにくいかは体感していきたいと思います。そして入り口のすぐ上、ここにメインスイッチあります。これは照明と冷蔵庫のスイッチです。このメインスイッチがついている状態で、ここ完全照明のオンオフ、そしてこういった断熱色の電球ですね。これはタッチ式です。この照明が一番大きくて明るいです。そしてソファーの上、運転席の後ろ側にもスポットライトあります。これもオンオフでつけられます。あとはこの冷蔵庫なんですけど、ここの上にも照明がタッチパネル式で断熱色の LED 照明があります。次はこのソファーなんですけど、もう絶妙な高さです。そんなに高くないんですよね。この高さがこのマイクロバカンチェスの自分が好きなところでもあります。もっと上げるとこの辺座っても足をきれいに曲げれるんで快適なんですが、その後次天井に頭ついちゃうんですよね。で、これがかなりストレスになります。少し足がちょっと窮屈になるんですが、それでも足を下ろせますんで、この高さ軽自動車の中では絶妙だと思います。この入り口の方でしたらさらにこの床の面が低いんで、セカンドシートがないんで足は普通に下ろせます。そしてまたこのクッションの質感がいいんです。なんか触っていてすごい気持ちよくて適度に柔らかくて座り心地も抜群なんで寝心地もいいと思います。なんていうんですかね、これ触るとこんな感じで色が変わる昭和の感じ、今から3、40年前のスナックの感じがします。そういった雰囲気の家具がこの車の中にあるのですごく落ち着きます。窓のカーテンなんですけど、全部の窓にこういったカーテンがついています。で、このカーテンがね、またよく考えられてます。自分でカーテン DIY しちゃうとなかなかこんな感じで攻めれないんですよね。穴開けたりとか、その縁まで綺麗に囲うことってなかなか難しいです。でもこれビルダーさんがもう穴開けてくれてますんで、この状態でリセールバリューも落ちずに使用することができますんで、この辺はキャンピングカー仕様のメリットですね。装着も簡単でホックで止まっています。で、これを外してこう広げて、でここにねまたホックが埋め込まれてます、ネジで。でこれをつけます。1箇所で2箇所で、こんな感じでもう密着されるんですよね。あんまり隙間はありません。こんなリアの小窓にもしっかりカーテンがあります。ここのホック外して、ここも閉めることができます。でリアもね、ここカーテンあります。中からも閉めれるんですけど、こんな感じでここのホック外していきます。3箇所で止まってます。でこれをこっち側に閉めます。で反対側も3箇所外して閉めます。でここ最後ホックですね。ここを閉めていきます。でこうすると完全に見えなくなります。これがすごくいいですよね。先ほども言いましたが、自分で DIY もできるんですが、こうやってメーカーさんが、ビルダーさんがもう作ってくれてるということでぴったり採寸してくれてますし、ボディの穴開け加工もプロがやってますんでかなり綺麗です。
フロントもカーテンあります。この運転席と後ろを仕切るカーテンになります。この運転席の上ら辺ですね。ここにカーテンレールがあります。で、ここもホックで密着することができます。どうですかね。すごい簡単で雰囲気もいいですよね。この反対側を開けたままで、こっち側だけ今つけています。リアはこんな感じです。なんか自分はシェードよりこのカーテンの方が雰囲気が部屋感も出て好きです。で、ある程度のですね、この窓からの冷気も遮断できると思います。こちらは網戸なんですけど、前のオーナーさんが買っていたようです。こちらもありました。これは社外品の網戸ですね。こんな感じで付けられるようです。ちょっと詳しい付け方まだ見てないんで、また後で取説読んでおきます。これだったら後ろの窓なんで、もう取り外しなくてずっとつけっぱなしで走行しても大丈夫だと思います。次はこの常設ベッドの反対側、ギャレーなんですけど、といってもキャンピングカー仕様なので、シンクやお水のタンクもないのでギャレーと言っていいのかわかんないんですけど、冷蔵庫やキッチン周りを紹介させてもらいます。かなりコンパクトで、一応テーブルは跳ね上げ式があります。こんな感じで少しだけ延長されます。で、自分が一番気に入っているところなんですけど、ここです。林営さんといえばこのペットボトルホルダーがあります。中から見にくいのでリアから撮っています。ここなんですけど、この2リッターのペットボトルがここですね。ここに2本なんで4リッター入ります。これ自分かなり気に入っています。シンクがないのでお水のタンクないんですけど、ここに4リッター分あることによって一人でしたら3、4日歯磨きや食事など持ちます。またタンクがないことによってお水を帰ってから捨てたり洗ったりしなくていいんですよね。これも楽ですよね。意外とこのペットボトルホルダー、林営さん以外で設置されているビルダーさんほとんどいないと思います。この辺は本当に林営さんは車中泊で実際に必要な実用的な装備をたくさん付けられています。設計された方やこういった考えた方は実際に車中旅をされている方だと思います。じゃないとこういった発想はないと思います。そしてここは冷蔵庫なんですけど、蓋をこんな感じで開けて、でこの蓋を開けると冷蔵庫が見えてきます。でこちらは40リッターで消費電力は 37W DC12V 接続です。こんな感じでかなり奥行きがあります。で500のペットボトルもこんな感じで立ててもまだ余裕があります。でこれ350のビールの缶なんですけど、ここも4本ぐらい置けます。で冷蔵庫の電源はここのメインスイッチがオンの状態で、ここにつまみがありますんで強弱の1から5まであります。でここを回すと電源が入ります。サブバッテリーの電気を使用します。これ専用設計で棚作ってますんで、こういった40リッターという大容量の冷蔵庫でもこの軽自動車の中に問題なく設置することができます。正直40リッターも1人ならいらないんですけど、使わないときは食料などの収納としても使えます。冷蔵庫の上は電子レンジがあります。このお皿がないタイプですね。600W、500W、400W、解凍の 200W、4種類のワット数を選べる使いやすいタイプの電子レンジです。こちらの電子レンジは 12V ではなくて 100V 家庭用コンセントから電源が取れます。キャンピングカーのサブバッテリー、鉛バッテリー2個ついてますんで、そこからこのインバーターに接続されてますんで、ここのスイッチを押すと家庭用コンセントが使えます。軽自動車に電子レンジついているの本当珍しいですよね。手軽にあったかいご飯食べれるのは車中泊の強い味方になります。あとは電子レンジ調理なんかもいろいろ試してみたいです。問題は鉛のサブバッテリー2個、このソファーの下入ってるんですけど、この鉛バッテリー2個でどのぐらい電子レンジ使えるかですね。こういった照明などもサブバッテリー使用してますんで、電子レンジ使いすぎて空になってしまうと真っ暗になってしまいます。この辺は実際の車中泊旅で使用しながら体感します。電子レンジの横、ここは収納になっています。で冷蔵庫の横なんですけど、ここソファーになっています。これマイクロバカンチェスの2人旅仕様ということでソファーになっていますが、1人旅仕様の場合はここは冷蔵庫になっていてテーブルになっています。でこの中収納かなと思って開けるとこんな感じで、この横の冷蔵庫のコンプレッサーだけ入っています。この上は自由に棚とか作れますんで、ここを DIY したいと思います。テーブル作って収納作って、あとは料理しますね。換気扇とか窓に配置できるようにいろいろ作ってみたいと思います。で収納なんですけど、やっぱり軽自動車なんで結構少ないです。で一番大きいのがこのソファーの下の収納ですね。ここの一番後ろのところですね。ここが一番大きい収納になります。開けるとこんな感じで結構ね容量が大きい収納になっています。ここは着替えとか服とか1週間分ぐらいは余裕で入りそうです。で真ん中のマットなんですけど、ここ外すと
こんな感じで少し収納と、あとここなんですけどインバーターが入っています。これ 2000W のインバーターということでかなり大きなインバーターです。でケーブルもごっついですね。これ多分太さで言ったらもう20スキャぐらいありそうです。でインバーターの横、ここにちょっと見えにくいんですけどシガーソケットもあります。ここからスマホの充電とかできそうです。でここの後ろとかね空いてるんですけど、インバーターでやっぱ熱持ちますんで何も収納しない方がいいのかなと思っています。一旦これはこのままで使用します。でここの最後の収納なんですけど、広いんですけどかなり浅い収納になってます。というのもここ開けるとこんな感じでサブバッテリーなど電装系が入っています。こちらはまた後で詳しく説明します。で後の収納は先ほども説明したんですけど、このギャレー周りのここの収納です。ここはね結構広いんですけど縦長なんで何か仕切らないと使いにくそうです。そして運転席と助手席の上のオーバーヘッドコンソール、ここも収納があります。で一人使いだったら結構実用的なのがこの助手席の足元とかですね。ここは結構スペースありますんでたくさん荷物を載せられます。でもう一つ隠し収納みたいな感じになるんですけど、この本来セカンドシートがあったこの後ろですね、ここもスペースがあります。今はこの車載道具など収納されています。ただここはアクセスしにくいんで使用するかどうかはまた考えておきます。でよく見るとこの連装ケーブルなんですけど、これ配線むき出しになってますね。これは結構危ないと思います。多分車のメインバッテリーからサブバッテリーへつないでる走行充電の太いケーブルだと思います。これは外部と触れないように後で処理しておきます。こういった配線のむき出しなど不具合などはですね、キャンピングカー屋さんではなくて中古車屋さんだとわからないことも多いと思いますので要注意ですね。そしてもう一つ大きめの収納があります。この大きい板なんですけど、リアのここですね、こことここに設置できます。ちょっと一回やってみます。ここのフックですね、これを押すと解除されてはまります。でここ下を押すとロックされます。これをまずこの棒にくっつけます。はい、これで収納棚ができました。結構ね広い収納です。シュラフとかクッションとかいろんなものが置けそうです。でこんな感じで前後落ちないようにテーブルの端にはストッパーのようなものがついています。でこの状態でも電子レンジ使えますね。ただですね、自分はこの収納は使わないと思います。というのもここにあると YouTube とかでねカメラ設置した時にちょっと画角が狭くなったり見えにくくなったりしますんで、ない方がいい絵が撮れるかなと思いました。 YouTube やってなかったらこれつけて収納を増やすと思います。この辺もまだ机上の空論なんで実際に使いながらいろいろ確かめていきたいと思います。それではこのソファーの下にあるサブバッテリーなんですけど、鉛バッテリーが2個入ってます。これ 100Ah だと思いますんで 200Ah ですね。で鉛バッテリーは 50% 以下使用すると著しく劣化しますんで、半分まで使用すると考えると実質 100Ah だけ使えることになります。 12V なんでワットアワーに換算すると約 1200Wh ですね。で気になるのが自分これ鉛バッテリーでねガス抜きといってホースをつけて水素ガスを排出する社外への管がいるんですけど、これついてません。安全性が気になるんですが、もうずっと林園さんはこれでやってると思いますんで多分大丈夫だと思います。この辺空気が排出できるようになっています。そもそもこの軽板自体が気密性そんなに高くないので問題ないのかもしれません。でこうやって見ると結構スペースがあるんで、リチウムバッテリーだったら 200Ah は絶対余裕で入ると思います。頑張れば 400Ah もいけるかもしれません。この辺は実際に使いながら自分で後で DIY したいと思います。でここ横にソーラーパネルの充電器があります。オンオフできます。でバッテリープロテクターで走行充電器はなくてメインバッテリーからも直でつながって走行充電される仕組みなんで満充電にはなりません。なのでリチウムバッテリーに変えた時に走行充電器も必要になります。でサブバッテリーから先ほどもお伝えしたんですけど、インバーターがこれ 2000W とかなり高性能なインバーターです。やっぱり電子レンジも使用しますんでかなり容量の大きいインバーターが入ってます。これはもうこのままずっと使えそうです。それでは最後にベッド展開してみます。まずはここなんですけど、この背もたれですね、これが足がついていてこうやって折りたたみ式になっています。でこれをこのままここにはめます。この辺も作りしっかりしていてよく考えられています。このベッド展開したマットの下は収納として使えます。次はこのマットなんですけど、これはもうここにはめるだけです。で最後このマットなんですけど、ここも折りたたみ式の足があります。でこの低い方がこっち側の台の上ですね。この長い方はこの床に設置します。ここ離れないように金具あります。ここに2つ入れます。かなりしっかりしています。でこのままでも使用できるんですけど、ここ延長できます。このマットですね。
で下にこの台があります。でここに乗せます。で1人だったらここが玄関にも使えてベッドにもなります。この状態でここからここ横幅が95センチで、奥行きですね、一番端までが190センチです。横幅95センチありますんで、一人だったら寝返りも打てるし快適に眠れます。で軽自動車のベッドって結構65センチとか70センチとか狭いんですよね。そちらでも1泊2日なら問題なく眠れるんですけど、長期旅になってくると疲れが溜まってきます。なのでこの横幅はかなりメリットがあると思います。でここも埋めれるマットがあります。これ展開してで最後ここにはめます。2人旅だったらこんな感じで上半身をこっち側にすれば多少は窮屈さは改善されると思います。でも足元が95センチなんで1人で使うのが一番いいかなと思います。2人だったら密着すれば可能だと思います。では中古で購入したこのマイクロバカンチェス、実際に触ってみて感じたメリットデメリットをお伝えします。まず1つ目はこのマイクロバカンチェスのデメリットではなくて安い中古車のデメリットになるんですけど、タバコの匂いがほんのり残っています。最初気づかなかったんですけど、特に運転席の方ですね、灰皿ありますんで、その辺から少しブーンとタバコの匂いが匂ってきました。これは取れるんでしょうか。思ってもいなかったデメリットです。次もこのマイクロバカンチェスではなくて中古車のデメリットになるんですけど、いろいろ不具合というか汚れてる箇所があります。この辺とか謎の汚れや剥げたところで、この辺とかですね、なんか濡れたような接着剤のような跡もあります。でこちらの家具なんですけど、こんな感じで結構もうね、穴が何箇所か開いてます。多分ここテレビついてたところで金具を外してあったと思います。でそれプラス先ほども見つけたんですけど、このバッテリーのケーブル配線むき出しですね。で先ほど納車された時に発見してもうすぐ直してもらったんですけど、このホックも取れて使えなくなっていたんで新品に変えてもらいました。ちょうど替えのホックがサイズあったようです。でこのマイクロバカンチェスの回転式のテーブルですね、これがね斜めになっていて、これも先ほど納車の時に直してもらったんですけど、緊急でとりあえず一旦ここに間挟んで、わかりますかね、ワッシャーみたいな1個挟んでいます。それで平行に保ってくれています。この辺はもう長期間使っているとやばそうな感じもします。もう部品も専用品だと思いますんで、代替で使えるものがあるか分かりません。この辺は中古車で安いんで現状販売ということになります。例えばビルダーさん、林営さんで買えばしっかり直してくれると思うんですけど、町の中古車屋さんということで自分はもう納得して購入しています。で幸いですね、この下回りだけ車屋さんが言うには問題ないと言ってました。で自分で見ても大丈夫そうなんで、ここは良かったなと思います。で次のデメリットなんですけど、この助手席です。こちらの車はピクシス版なんですけど、ダイハツのハイゼットカーゴクルーズターボの OEM になります。ちょっとグレードのいい車なんですね。上にこのクッションがしっかりしています。このサイドも押さえる部分があります。で分厚いんですよね。乗り心地はいいんですけど、車中泊で使うときはこれが少し難点になります。というのもこれ倒したときに完全にやっぱりペタってならないので少し使いにくいですね。でこの辺はグレード下げた助手席が売ってますんで、たまにヤフーオークションなどで売っています。でそういうのを取り替えれますんで、いずれ買いたいと思います。次のデメリットなんですけど、このパワーウィンドウです。これ最初からにも分かってたんですけど、やはりこれ窓開け閉めするときに一回エンジンキーを回してアクセサリー電源を起動しないといけません。この後ろだけくるくるタイプだったら良かったんですけど、このグレードではありませんでした。このパワーウィンドウは車中泊ではかなり使い勝手悪いと思うんですけど、こちらも実際に車中泊旅で使ってみて使い心地を確かめていきます。次に気になったのがこちらの背もたれのソファーなんですけど、特にロックするわけではなくて、こんな感じでもう置いてるだけです。ここを紐とかでくっつけられそうですね。自分が気になったのはこの板とドアですね。こんな感じで設置してるだけなんで、背もたれした時にこの強度的にドア大丈夫なんかなと思います。多分ここよく座ると思いますんで、ずっと背もたれに体重かけているとあんまりいい気はしません。なんでここクッションとか貼っといた方がいいかもしれないですね。この辺も実際に長期で使いながら強度的に問題ないか検証していきます。でこれ晩婚なんで断熱が全くありません。もうスカスカです。なんで夏は暑くて冬は寒いと思います。でルーフにソーラーパネル合成タイプがあって、ちょっと隙間ありますんで、この太陽光はこの部分は少しマシだと思います。ただこっち側はもうむき出しなんでかなり熱くなると思います。でこの横とかも空洞だと思います。この辺はもう晩婚の宿命なんで仕方ないんですが、ただ全部外して断熱すると結構手間かかりそうなんで、できる範囲でちょっと断熱材とか入れていきたいと思います。でこちらも分かっていたんですが、収納がもう劇的に少ないです。
で実際に触ってみると、これゴミどうしようかなという感じで、いろいろ頭を使わないとダメそうです。特に今からの季節、冬が分厚かったりとか、布団が分厚い時ですね、シュラフなど、そういう時に収納かなり困ると思います。で、ここ DIY で収納を増やしますんで、この辺で改善されるか、こちらもいろいろ試していきます。次はメリットなんですけど、もう購入する前から分かってたこともあったんですけど、改めて触ってみて感じた良かったところをお伝えします。まずはこの玄関ですね。想像してたよりもすごいいいです。広くて、もう乗り降りしやすくて、車の中に入りたくなる玄関です。靴を置くのはこの辺なんで、この辺とかこの辺、一人だったらスペース収納として使えますんで、ポータブルバッテリーなどいろいろ置いて旅をしたいと思います。こちらは実際に座ってみて安心しました。頭がつきません。もう背筋伸ばしても頭つきません。自分は身長170センチです。なので身長175センチぐらいまでは快適に過ごせると思います。この背もたれなどに背中をもたれかけると結構頭が下がりますんで、180センチでもいけるかなと思います。やっぱり自分いろんな軽キャンピングカーとか乗ってきて思ったんですけど、この天井に頭つくつかないでかなりストレス変わります。なのでこのマイクロバカンチェスは本当に洗練されてるなと思います。でこちらも分かっていたんですけど、実際に座ってみたらかなり快適です。で特にここですね、もう本当に家と変わんない座り心地で、足もこんな感じで、90度で曲げれます。でこっちがですね、少し上がります。こうなるとこの膝がちょっと上がるんですけど、これでも足下ろせるだけ全然マシです。横から見るとこんな感じの膝の曲がり具合です。少し上に上がっているのが分かると思います。なのでお座敷モードではこうやってあぐらかいで、ここのソファーマットを外すと軽く足を曲げられます。でこっち側に足をするとさらに足が下に行くので楽になります。この3パターンの姿勢になりますんで、この狭い軽自動車の中でも快適に過ごせると思います。こちらの回転式テーブルは実際に触るのが今回初めてなんですけど、かなり使い勝手良かったです。こんな感じで簡単に移動ができて、物もそのままいけます。こうですね、この3種類の位置に配置できます。やっぱりこの位置がね、車中泊ではかなり使い勝手いいと思います。結構自分はグラグラするんかなと思ったんですけど、意外としっかりしてますんで、このテーブルの上で煮炊きもできそうです。この辺も実際に試していきます。次はもうこの純正で付けられているカーテンですね。しっかりビス詰めされていて密着もされています。でこの運転席と後ろの仕切るカーテンですね、これも座りながらカーテン閉めれますんで、シェードしなくてももう簡単なお昼ご飯とかでしたらささっとカーテンを閉めてプライバシーを守れます。意外とシェードってめんどくさいんですよね。で全面になってくるとかなり時間かかります。でまたこのカーテンの色もいいですよね。落ち着いた色で飽きのこない色、映えるような色ではないんですけど、おっさん好みの通な色です。次のメリットなんですけど、これキャンピングカー仕様なんでキャンピングカーではありません。なので修理が自分でできるかなと思って遠方でも買いました。キャンピングカーの不具合で一番多いのがシンクとかなんですけど、あとは F ヒーターですね。この辺は素人はいじれません。購入したキャンピングカー屋さんに持って行って修理してもらうんですけど、この車はそういった難しい装備ついてませんので自分で直せるので遠方でも買いました。で車検なんですけど、外側も本当に普通のトヨタのピクシスなんで、どこのトヨタでも車検できます。この辺がキャンピングカー仕様のメリットかなと思いました。で唯一難しいのがこのサブバッテリーシステムですね。ここは少し専門的な知識がいります。自分は鉛のサブバッテリーをいつもリチウムに自分で変えてますんで、この辺の知識があったんで購入を決めました。やっぱりキャンピングカーは普通の車屋さんだと車検を断られることが多いので、このキャンピングカー仕様でどこでも車検できるっていうのもかなりのメリットとして感じました。いやー、マイクロバカンチェスかなり気に入りました。中古車屋さんのサイトで見たネット情報の写真だけだったんですけど、実際に触ってみてかなり熟成されたキャンピングカーだと思いました。本当に車中泊で使っている人が使っていってこうなったというのがよくわかります。もうこれ乗ってどこか行きたくなりますよね。軽自動車なんで普通のキャンピングカーでは行けない場所どこでも行けるし止められます。最初はノーマルの軽バンを買ってこういったレイアウトに DIY しようと思ってたんですけど、このクオリティは半年以上かかりますね。マイクロバカンチェスならこのキャンピングカー仕様からスタートできますんで、かなり高度なキャンピングカーへ DIY することができます。今からどこに収納を作ろうか、どこに換気扇を作ろうかって考えるのが楽しくて仕方ないです。いわば半年間の時間を買ったような感じですね。そう考えると安いと思います。走行距離7万キロと結構走っていますが、20万キロ目指してメンテしていきたいと思います。今後の DIY 予定なんですけど、まずはなんか娯楽装備作りたいですね。ここにテレビモニターとかプロジェクターとか考えて設置したいと思います。で外装なんですけど、自分ちょっといろいろ試したいことあります。というのも遮熱塗料とか断熱塗料ですね。この屋根やボディに塗ると夏場温度下がるんじゃないかなと思います。その辺も検証していきます。あとは夏用の 12V クーラー、こちらも設置します。でここに設置するか、あとは薄型のタイプ出てますんで、この天井ら辺ですね、ここに設置するのも良さそうです。
でバックドア、これ中から開け閉めできないんで、改造して中から開け閉めできるようにします。で先ほども言った助手席のグレーダーを下げてフラットにできるようにします。でフロントウィンドウとこのサイドウィンドウ、これはカーテンでここ仕切るだけなんで、ちょっと断熱として弱いんで、シェードですね、なんか考えてつけます。これ専用のシェードみたいなのを自分でかたどって作りたいと思います。で一番大きい DIY になると思うんですけど、ここのスペースですね、ここにテーブル、ガスコンロ内蔵とか IH 内蔵にして、テーブルと収納、そして換気扇ですね。もう家庭用の換気扇とかなんか薄型探してつけて、窓から換気できるようにします。納車車中生活を通じて感じたことを反映させ、自分が使いやすいマイクロバカンチェスにしていきます。この後の予定なんですけど、納車帰りの旅では足りないものがたくさんあります。なのでホームセンターによっていろいろ買い足しながら快適化していきます。北海道を出発してフェリーで青森県を渡り、秋田、山形、新潟経由して北陸の富山県まで帰ります。せっかくなので各地の豪雪地帯を回ります。何日かかるんでしょうか。前代未聞のアホな冒険始まります。それでは準備します。冬はこんなに寒くなるんですね。今現在7時の気温がマイナス15度、そして朝方ですね、マイナス21度まで下がるそうです。はい、じゃあ船入ります。ここですね、ありました。本州最北端の地。これすごくないですか。トイレなんですけど、あれ見てください。よくテレビのニュースで見るやつですね。すいません、お忙しいとこ失礼します。ちょっと自分 YouTube でキャンピングカーと車中泊でこうやってチャンネルしてるんですけど、だよりもう上が見えないぐらい高いです。